95歳のおじいちゃんに会いに行きました。その時におじいちゃんから素敵な言葉を聞きました。皆さんこんにちは。ジャパニーズほのぼのポッドキャストのほのかです。お元気ですか？私はとっても元気です。さて、今日のお話は、世の中から置いていかれている気分になる時についてお話ししようと思います。世の中から置いていかれている気分。例えば、SNS 皆さんやってますか？インスタグラムとか見るとみんなキラキラしてますよね。キラキラ。例えば結婚してたり、楽しい旅行に行っていたり、あとは仕事で成功しているなんてのを SNS とかで見ることってありますよね。そういうのってできれば見ない方がいいですよね。と思っています。今回はそういう話じゃなくて、人と比べて、世の中から私は置いていかれてるんじゃないかって思う時のことについてお話できたらと思います。最初に言ってしまうと、今を楽しむのに集中するのが大事だと思います。今を楽しむのに集中する。日本語で足るを知るっていう言葉があるんですけど、知っていますか？足るを知る。今あるものに感謝して満足する。今あるものに目を向けて満足する。今あるものを生かす。そんな言葉が日本語にはあります。足るを知る。もともともう私たちには、持っているものがあるから、それで満足しようねっていう言葉です。皆さんにも素敵なものは必ず1個はあると思います。最近私はおじいちゃんに会いました。おじいちゃん。おじいちゃんは95歳です。95歳のおじいちゃんに会いに行きました。その時におじいちゃんから素敵な言葉を聞きました。おじいちゃんの格言を皆さんにもシェアしようと思います。まず一つが、人を比べるとキリがないよって言っていました。人と比べるのはキリがない。自分よりお金持ちの人はたくさんいるし、自分より仕事のできる人はたくさんいるし、自分より頭のいい人は、見つければいる。そういう人を見ていいなって思うのはキリがないよって言っていました。今が一番楽しいと思って生きること、それが大事って言っていました。私もそれを聞いたとき、そうだよねって思いました。楽しむのが大事だよねって、人と比べずに今が一番楽しいんだって思って生きる、それが大事だよね、大切だよねって思いました。人と比べる時間、人を羨む時間で、どうやったら私もそういう風になれるかを考えて行動する方がいいと思います。人をいいなーって思う時間で自分を楽しませることが大切だと思います。楽しみ方、どうやって楽しませたらいいのかわからないっていう人いますよね。そんな時は楽しそうな人のところに行くことです。なんか周りに楽しそうな人って一人はいませんか？そういう人の近くに行って過ごしてみると、その人がどんな考えで、どんな行動パターンなのかを、身近で学ぶことができます。その人と過ごしているうちにだんだん自分の考え方も変わってきたり、自分を楽しませる方法を学んだり、楽しいってこういう風にやるんだって、学習することができます。だんだん分かってきます。そうだから、自分がどうやったら楽しいのか、どうやって楽しませたらいいのか、わからない人は、楽しそうな人のそばに行ってみるをやってみてください。最後に私が大事にしている
ものは、大切にしている考えは、まず一つは今を楽しむこと。そして、今あるものに感謝することです。今あるものに感謝することとか、今を楽しむことって簡単ではないけれど、そういう風になりたいなと思っています。そして、たくさん笑うことも大切にしていきたいことの一つです。楽しいことって向こうから勝手に歩いて私のところには来ないんですね。楽しいことって向こうから勝手に来ないんですね。待ってれば自然と来るものじゃないんですね。楽しむのにも努力が必要です。楽しむ努力。頑張るベクトルを、我慢することじゃなくて、楽しむことに向けることが大切だと思います。勉強や仕事で頑張るをやってきた人なら、楽しむを頑張るのだってできると思います。あとは、楽しんでもいいって自分に何回も言って言い聞かせるのもいいですよね。皆さんも私も楽しんでいきましょう。それでは今日のお話はここまでです。今日も最後まで聞いてくださりありがとうございました。次の動画でもお会いできるのを楽しみにしております。それでは楽しい一日を。バイバイ、またね。